卵がない。でも、目玉焼き？休みの日に冷凍ストックを作ったよ。まずはキノコミックスを冷凍します。オクラは塩で産毛を取って、ガクをくるっと剥いてきれいにします。お湯に少し塩を入れてさっと1分茹でます。きれいに洗ったほうれん草もさっと茹でて冷水にさらします。水気をよく拭いて小分け冷凍します。すぐに使える野菜があると朝のお弁当作りにとても便利。ちくわは縦に切り込みを入れてオクラとチーズを詰めます。くるくると豚バラスライスで巻いて薄力粉をまぶして小分け冷凍します。ここまでやっておけばあとは朝焼くだけ。はんぺんを8等分か10等分にしてベーコン巻きにして串に刺しておきます。最近スーパーに卵がなくてお弁当や朝ごはんの強い味方の卵がないと本当に困りますね。いつもあるのが当たり前じゃない。パパさんのお給料も。はんぺんを丸くくり抜いて残りは潰しておきます。中を少しくり抜いたらツナにマヨネーズを混ぜて少し盛り上がるようにはんぺんに詰めます。こんな感じ。小分け冷凍します。先ほど潰したはんぺんと鶏ひき肉、調味料と片栗粉をよく混ぜて製氷皿に詰めちゃおう。ウインナー、チーズ、エビなど好きなものを埋めてコーンもトッピングしてみようかな。ワクワクはんぺんキューブ冷凍します。最後にホワイトソース作り。バターが溶けきる前に小麦粉を入れてよく混ぜたら粉臭さが残らないように弱火で5分しっかりと炒めて牛乳を入れて滑らかになるまで混ぜます。様子を見ながら少しずつコンソメや塩コショウで味付け。ソースができました。ベーコン、キノコ、コーンを炒めてホワイトソースと茹でたほうれん草を混ぜます。ホイルカップに入れたらチーズをのせパン粉を少しかけて
冷凍します。春巻きの皮を4つに切って、クリームウインナー春巻きにします。これ、家族に大好評でした。余ったグラタンや市販のホワイトソースでももちろん作れます。小分け冷凍して、残ったソースも製氷皿で凍らせます。ストック作り終了。豆腐の肉巻き、きのこあん弁当を作るよ。豆腐をキッチンペーパー2枚で包み、500ワットで2分加熱します。クリーミーウインナー春巻きとツナはんぺんを凍ったまま焼いて、ほうれん草を600ワットで1分半加熱します。レンジで温めて水切りした豆腐を食べやすい大きさに切って、豚バラ肉を巻きます。薄力粉をまぶしてフライパンで焼きます。なんかウインナー春巻きが若さいもというお菓子にそっくりになった。じゃじゃーん。今から皆様に魔法をお見せします。卵がなくてお困りの皆々様、見ててね。ツナはんぺんにのせたチェダーチーズが少し溶けたら取り出して、冷凍キノコミックスも炒めます。若さいも焼けたわ。ツナはんぺんは冷めて落ち着くと、なんと目玉焼きになりました。卵がないとすごく卵焼きが食べたくなります。ほうれん草の水気をよく切って、かまぼこと白だし、お好みでわさびを少し、焼き海苔を和えます。肉巻き豆腐が焼けたら、余分な油を拭いて、水と調味料を入れます。水溶き片栗粉を加えたら、冷めて水戻りしないようにしっかりと火を入れます。和風だしのきのこあんが美味しそう。ヘルシーで食べやすいですね。おかずが冷めたらお弁当箱に詰めます。皆さんの地域は卵は買えますか？かわいい。きのこあんをかけて、いりごまと刻み大葉を散らして完成。目玉焼きも美味しかったそうです。ワクワクはんぺんキューブ弁当を作るよ。ちくわを縦半分に切って、スライスチーズをのせ、2本のちくわをつなげたいので少し重なるように置きます。ハムも細く切ってのせます。トースターで4分くらい焼いてチーズを溶かします。
グラタンも凍ったまま一緒に焼こう。オクラは600ワットで1分半温めます。はんぺんキューブは凍ったまま揚げ焼き。グラタンはまだ焼いていますが、ちくわだけ取り出して冷まします。オクラは水気を切って小口切り。白だしを少し混ぜておきます。はんぺんは転がしながら揚げて、好評だったウインナー春巻きも入れよう。グラタンも焼けた。梅干しは小さく叩きます。美味しそうに揚がりました。ご飯にオクラ、梅干し、いりごまを混ぜて、まん丸おにぎりにします。チーズが固まったら、ちくわをきつめにくるくる巻いて、爪楊枝を2本刺して、真ん中を切ります。くるくるキャンディーみたいでかわいい。ダイソーで買ったこのピックがとても気に入っていて、お弁当に入れると存在感がなくなり、儚げで綺麗。飴みたいでかわいいピックです。はんぺんキューブは詰めやすいように高さを切って調整しました。四角いおかずは安定感があります。簡単酢とゆかりで漬けておいた大根をおにぎりの上に飾って完成。おかずは焼くだけだったので楽でした。鮭のほうれん草クリーム焼き弁当を作るよ。ホワイトソースを2個600ワットで40秒温めて少し溶かします。オクラときのこは600ワットで2分加熱。ちくわの肉巻きとはんぺんベーコンは凍ったまま焼いて、鮭はしっかり塩を振り、胡椒も少々。冷凍ほうれん草も一緒に焼きます。オクラときのこの水気をしっかり拭きます。ほうれん草が溶けたらホワイトソースを混ぜて、はんぺんベーコンが焼けたので取り出します。ちくわの肉巻きに調味料を絡めます。卵焼きに頼れないから、いつもより一品多く考えなきゃいけない。卵のありがたみを実感しました。焼けた、焼けた。鮭も焼けたので、ほうれん草クリームをのせて、
粉チーズをたっぷりかけてトースターで少し焼きます。オクラとカニカマを切って中華和えにします。おいしそう。ちくわは斜めに切って、はんぺんはお気に入りのピックに差し替えます。中華和えは油分水分吸い取るおかずカップに入れました。さあ、どんどん詰めます。娘の鮭は最初に骨を取ってあります。今日のおかずはすごく詰めやすい。新生活や新学期が始まった方、お弁当作りを頑張っている方、一緒に早起き頑張りましょう。いやー、ピックかわいい。ご視聴ありがとうございます。またね。